こんにちは。今回はスバルのレガシーアウトバックのブラックセレクションを見てきましたので紹介していきたいと思います。それでは、いきます。Now loading。ではまず、フロントから見ていきたいと思います。ブラックセレクションということで、内装だけブラックなのかと思いきやボディカラーもブラックにしてありました。しかし、実際に、公式サイトを見てみると、ブラックセレクションのグレードを選んだとしても、こちらの4種類のボディカラーを選択することができるようです。展示されていたのはクリスタルブラックシリカと呼ばれるボディカラーでした。そして、一般的なボディカラーであるホワイトに関しては、クリスタルホワイトパールがありました。少しラメがかかったホワイトボディですね。そして、少しシルバーがかった色味のボディカラーもあり、アイスシルバーメタリックと呼ばれるボディカラーがあります。そして、もう一種類のボディカラーは、マグネタイトグレイメタリックと呼ばれるボディカラーです。個人的にはクリスタルブラックシリカを選ぶかな。では、改めてフロント側からフロントボディを見ていくと、バンパー部分がどのボディカラーを選択しても、黒で一色なので、このクリスタルブラックシリカと呼ばれるボディカラーとの相性は、非常に良いことがわかります。中央のエンブレムは言うまでもなく素晴らしくかっこいいんですけど、フロントグリルはノコギリの刃を上に向けたような見た目ですね。メッキでライン出しをしていて、おしゃれです。またひっそりとカメラが搭載されていて、おそらく運転支援用のカメラだと思います。そして、フロントドアを見ていくと、ハニカムへのグリルが設定されていました。完全にマットブラックではなく、ところどころに艶のあるブラック塗装がされていて、同じ黒でも見せ方が全然違います。こちらはフォグライトですがかっこよすぎませんか？しっかり、艶ありブラックで縁取っているように見せて、目立たせていますね。ヘッドランプはすっきりしていますね。タイヤ周りを見てみると、ホイールアーチトリムの設定がされていました。これは付けなくてよかったなぁと個人的に思ってしまいました。しかし、ホイールはブラックセレクション仕様に合わせて作られていて、18インチのダークメタリック塗装仕様です。しかも高性能タイヤブランドであるアレンザを履いていますね。このタイヤの設定は文句なしで素晴らしいです。このホイールを見ただけで購入したいと感じる人も結構多いんじゃないでしょうか？ブレーキキャリパーに後ろ側に装着されていますね。このホイールは少し艶を落としているせいなのか、品が高い気がしました。タイヤが黒とも相性が良くて、惚れてしまいました。周辺のボディとも相性が良くて、SUV って感じのゴツゴツ感もありました。アウトバックのロゴがリアドアについていましたね。あんまり樹脂パーツ好きじゃないんですけど、このゴツゴツさを出すには必須ですね。遠目で見るとこんな外観です。ちなみに給油口はドライバー側に設定されていて、押し込んだら開くタイプになっていました。ドアは静電スイッチになっているので、毎回キーの物理ボタン操作で開閉する必要がないです。正直、静電スイッチは、雨の日に反応が鈍くなるので、できればドアに物理ボタンをつけてほしいかな。ワイパーはフラットワイパーを採用していて高めブレードを使っていますね。デアイサーもついているので、ワイパーの凍結も楽々対応できそう。そして、ここにエアバッグも搭載されていました。とはいえ、そもそも事故しないようにしましょう。リアはこのようになっていました。さすがに、ロゴもブラックになってしまっています。黒尽くしですね。それでは、ラゲッジスペースを見ていきたいと思います。バックドアの裏面には、右側に取っ手がついていて、左側には、自動開閉に関わるスイッチがついています。ロケスペース左側から順に見ていきます。上部には、戸のカバーを受けるための装着されていますね。そのカバー自体は収納されていて今見えませんが、別途紹介予定の EX グレードでは戸のカバーが装着されていたので、そのカバーを装着した時の外観が気になる方は、これから投稿予定の EX グレードでご連絡ください。ひとまず、そのカバーがついていないと、このような外観になっているというわけです。そして、こちらにレバーがついていますが、後ろ側からでも、リアシートを前に倒すことができるようになっていました。左側だけじゃなくて、右側もレバーがついていますね。一見、便利そうには見えますが、採用傾向は減少気味なので、この機能がお気に入りであれば、今のうちにこのレガシーアウトバック購入することをお勧めします。コンビニフックやネットを引っ掛けるためのフックがついていて、あれ？照明が見当たらない。バックドア裏面についてるのかな？右側には電源ソケットが一つついていました。ポータブルバッテリーを差し込むと、走行中に自動充電できますよ。そして、ラゲッジボードを上に持ち上げてみますと、ここにそのカバーが収納されていました。レガシーアウトバックのような車であれば、このようにこのカバーを収納するスペースができますが、
私の所持しているエクストレイルで、トノカバーを収納するスペースなんてあったかなとは言ってみたものの、トノカバー一度つけたら取り外すことはあんまりないような気もするので逆にそのカバー収納できてよかったと感じている方がいらっしゃったら、コメントくださいね。このボードは表面の手触りも良くて、上質でしたよ。では、レガシーアウトバックのブラックエディションの内装の詳細を見ていきたいと思います。まず、ドア周りから見ていきたいと思います。ブラックセレクションということで、黒で統一されています。上の方から順に見ていくと、肘掛けの上部は、合皮が巻かれていて、シルバーステッチがついています。そして、前方には、樹脂のような外観をしたパーツが取り付けられていたんですが、実際に、触ってみると少しだけ柔らかさを感じました。おそらくこの場所も合皮が設定されているのだと思います。しっとりした感じはなくて、サラサラしたような肌触りでした。そして、ドアのインナーハンドル周りを見てみると、サテンメッキのフィニッシャーがついているのですが、あまり明るすぎず、内装ブラックを引き立てるような使われ方をしていますね。シートメモリースイッチがちょっぴり不格好の見た目になってしまっていますが、このフィニッシャーの面に合わせてスイッチを並べたら、もっとかっこよくなりそうですね。そして、そのサテンメッキのすぐ隣にはピアノブラック加色がついていますね。インナーハンドルを手で触るので、手の汚れがついて、ピアノブラック加色の表面が汚く見えてしまうんじゃないかと思いましたが、結構多くの方が乗り降りしていてもあまり目立って汚れは見つからなかったですね。そして、パワーウィンドウスイッチ見ていくと、先ほどのインナーハンドルの部分に比べると、少しのっぺりしたような見た目になっていました。先ほどのインナーハンドル周り同様に、ピアノブラックのような光沢感の強めな加色がついてくるとよりメリハリのある見た目になりそう。ただと入っても、スイッチレバー先端にクロムメッキを用いていて、安っぽくは見えないですね。そして、このまま後方に移動していきながら、アームレストを見ていくと、アームレストはパッドが結構多めに入ってて、上からだけでなくて横から触ってもふかふかになっていました。スバルのアームレスト柔らかい車種が多いですね。そして、ドアの収納は縦に非常に大きくて、大きいペットボトルも容易に収納できそうです。正直あまりドアポケットには、飲み物を置かないで、お掃除グッズ見ることが多いですが、皆さんは飲み物を置くタイプでしょうか？そして、ドアのスピーカーですが、特にロゴは何もついていませんでした。通常レガシーアウトバックでは、メーカー装備オプションで、ハーマンカードンサウンドシステムがありますが、なぜかこの特別仕様車のブラックセレクションに関してはハーマンカードンサウンドシステムのオプションが見当たりませんでした。続いて、シート全体を見ていきます。こちらのシートを本革仕様になっていて、ブラックナッパレザーが装着されているようです。シートの触り心地に関して言うと、非常に質感が良く、表面がサラサラしていました。またシートのステッチは、シルバーステッチになっていて、シートブラックより際立たせていますね。小さな穴がたくさん開いたパーフォレーション加工された外観になっていますが、多くの人が夏の季節に欲しいと考えているシートベンチレーションも運転席と助手席両方ともついているようです。またシートには、座面のクッションの長さを調整する機構も取り付けられていまして、シートクッションを前方に引き伸ばすことができるようになっていました。アイサイトが装備されているため、アイサイト使って、高速道路や国道でリラックスしながら走行するときに活用できそうですね。そして、このシートはパワーシートにもなっているので、ランバーサポート、リクライニングの調整、シートの前後移動は、電動で行われます。シートの操作スイッチは、シート側面の内張りと同じ外観になっていますね。こちらは、以前私のチャンネルで紹介したエクストレイルのパワーシートの操作スイッチですが、リクライニングのレバーと前後調整用のレバーに関しては、ピアノブラックとそうされていました。どちらが良いのかに関しては、好み分かれると思いますが、ぜひコメント欄で皆さんの好みも共有してもらえると嬉しいです。実際シートの操作は、特に使いづらいなぁといった感じはなかったですね。パワーシート下のケーブルやシートレールが見えないように、しっかりと樹脂カバーで隠していて、これはいい見た目ですね。シートレールに樹脂カバーつけてる車って、車両価格帯が落ちると少なくなってくるのでこの車は品質高いと思います。そして、シートの下回りを見ていくと、結構、横幅の大きいスカーフプレートがついていました。凹凸をつけて模様をつけてはいるものの、メッキプレートなどの加色は装着されていなかったです。アクセサリーパーツもなかったのでちょっと寂しいですね。せめてこのスバルロゴだけでも、加色がつけばいいのになぁと思いました。
ブラックセレクションということで、ブラックボディに傷をつけないようにするための工夫なのでしょうか？そして、ペダルは、アルミパッド付きスポーツペダルではなかったです。意外すぎる。しかもウェブのアクセサリーパーツでも見当たらなかったなぁ。もしかしたら、カタログには記載されているのかもしれませんね。それでは、ステアリングを見ていきます。スバルのエンブレムを見ると興奮してしまうのは私だけでしょうか？右側から見ていくと、運転支援系の SWITCH が主に配置されていて、下側には走行モードを選択するボタンがついています。この S がスポーツモードの S のようです。またスイッチだけ見ると、マットブラックになっていますが、周辺の部品の色が明色になっているので、形状だけじゃなくて配色によっても立体感が出ていてかっこいいですね。そして、エンブレムのある中央の内張りは、シボが大きく目立っていて、表面で光が散乱していますね。ドライバーへの配慮のなのか、単なるデザインなのか、気になりますね。そして、左側のスイッチも見てみると、左側にはナビの操作スイッチが多く設定されていることがわかります。左右両方に同じようなレバースイッチがついています。つまり簡単にボタンの配置も変えられそうで、今後出てくる新車で突然 SWITCH の配置が変わることもあり得そうですね。ちなみに、こちらのステアリングは、先日発売が発表された北米の日産車なんですが、運転支援系のボタンは左側に移動していて、しかも静電スイッチになっていました。さすがにここまで変わるとは思えないですが、今後のスバルのステアリングスイッチはどのように変わっていくんでしょうかね。先ほどの新型の日産車に関しては、概要欄にリンクを貼っておきます。そして、レガシーアウトバックは、本側がステアリングに巻かれていて、手で握った時に、手全体が本側に触れるようになっています。結構贅沢に本側が巻かれていて、高級感ありますね。パドルシフトついていました。ステアリング周りはスイッチこのぐらいかなと思っていたんですが、ひっそり、ステアリングヒーターのスイッチも設定されていました。運転中でも容易に操作できそう。メーターディスプレイは全面設定されています。ステアリング右側を見てみると、ベンチレーター横長タイプで、サテンメッキの加色がついています。電源スイッチも右側についていますね。日が当たると、少し赤い見た目になっているのも特徴的ですね。また、ドライバー側には、バックドアを自動で開閉するためのボタンがついています。ボタンが縦に大きいので、操作しやすそう。では、インパネの上面を見ていきます。A ピラーはおそらく何か巻いていて、樹脂むき出しにはなっていませんね。また A ピラーにはプイーターがついていないことがわかります。その代わり、インパネの上部にスコーカーがついていますね。スコーカーは中低音の発音が得意とされているので、音楽を流すと、主にこのスコーカーから音が聞こえてくると思います。また、あまりデコボコもしていないので、すっきりした見た目に見えます。そして、インパネ中央を見てみると、ドライバーモニタリングシステムが搭載されていることがわかります。通常ドライバーモニタリングシステムのカメラは、ステアリングとメーターディスプレイの間に置かれることが多くて、日産アリアだとこんな感じです。この部分にドライバーモニタリングシステムが搭載されていますね。トヨタのクラウンセダンの場合だとこんな感じですね。なので、スバルのドライバーモニタリングシステムは、ユニークであることが伺えますね。ただ一方で、中央のモニター画面が、このカメラよりも下に設置しないといけない制約も出てきていて、一長一短ですね。ちなみに言うと、私は、あまり外からナビ画面を見られたくないので、中央ディスプレイはできるだけ下の方にある方が好み。つまり、スバルが好きということですね。そして、助手席側を見てみると、ブラックの合皮とピアノブラック加色が組み合わさっていて、同じブラックなのに、のっぺりした感じがないですね。それでは、中央を見ていきます。中央の縦型モニターは、スバルのレボーグやレイバックでも採用されているモニターですね。また、中央の小物入れ部分の近くには、USB 端子と C 端子、イヤホンジャックが差し込めるようになっていました。拡大して見てみると、それぞれの端子のノフチが光るようにデザインされていました。そして、電動パーキングブレーキも採用されていますね。シフトノブが大きいのと、かなり前方についているので、やや操作はしにくかったですが、そんなに頻繁に使うものではないので、配置は特に問題ないと思います。そして、注目のシフトノブですが、片手では収まらないほどの大きいシフトノブですね。このぐらい大きい方が運転している感じがしていいですね。シフトノブの下回りは、合皮でカバーされていて、かっこいい。そして、コンソールの後ろの方を見つめるとカップホルダーがついています。
車幅が大きいせいか、ドリンクを横に2つ並べておくことができて、あまり高さのない小さいペットボトルでも容易に取り出しができるように別点の台座がついていました。一つだけしか見当たりませんでしたが、実際は、この台座についてるんですかね？またカップホルダーの縁にはサテンメッキの過色がついています。このカップホルダー周りは少し高さが低いので、500ミリのペットボトルを使うのであれば、特に問題なく使えそうですね。では、最後にコンソールのリッド周りを見ていきます。全体的に合皮が巻かれていて柔らかかったです。コンソールリッドを開けてみると、トレイが標準装備されていました。ただこのトレイは取り外しができるようなタイプではないですね。そして、収納スペースでは、植毛が採用されていて、高級感ありました。収納スペースも広いのですが、強いて言うなら、先ほどのトレイも少しくぼませて、コイン入れ付けて欲しかったなぁ。このコンソールを助手席側から見てみると、ドライバー側にはなかった収納がついていました。実際、指が入るぐらいのスペースしかないですが、お掃除用品などの小物入れるのに適しているかもしれません。ただドライバー側からのアクセスがあまり良くないですね。では、助手席側の過色やグローブボックスを見ていきたいと思います。ベンチレーターのすぐ下には少しくぼみがあって、スマホなどを入れられるようになっていて、滑り止めもついていました。薄い本なども収納できちゃいそうですね。そして、グローブボックスの中を見ていくと、まず、中全体は植毛されていて、肌触りはすごく良かったです。右奥に電源ソケットもひっそりついていますね。グローブックスの収納容量も結構大きくて、使いやすそうですね。そして、シートベルト周りを見てみると、ここら辺はブラックではなくて、白っぽい色味になっていました。上下に調整ができるシートベルトにもなっていて、多機能ですね。内装全体的に、上を明るく、下は黒くといった感じでしょうか？では、ここから後席を見ていきたいと思います。まず、リアドアはこのようになっています。やはり真っ黒。リアドアに関しても、上から順に見ていくと、フロントドア同様に、合皮が設定されていることがわかります。通常フロントドアの方が合皮やパッドが多く採用されている傾向がありますが、レガシーアウトバックでは、あまりフロントドアとリアドアでスペックの差は感じられませんでした。このスイッチフィニッシャーを見ると、スバルって感じがしますね。ドアアームレストも使いやすかったですし、柔らかかったですね。このレガシーアウトバックは、ドアの質の高さが伺えますね。リアドアでも全然安っぽく見えない。なんだか急に私もこの車は欲しくなってきてしまいました。リアドアの収納も大きなペットボトルが収納できるようになっています。リアシートを見ていくと、フロントシート同様に全てブラックなんですけれども、ホワイトステッチを入れ込んでのっぺりした感じを抑制していますね。シートの合皮は、パーフォレーション加工されていて、小さな穴がたくさん見えていますが、シートベンチレーションの設定は、リアシートにはないようです。中央のリアコンソールを展開してみたいと思います。カップホルダーが2つついていて、ピアノブラックの過色が設定されています。カップホルダーには3つの固定用のゴムがついていますね。遠くからこのリアコンソールを見てみると、このようになっていました。リアシートの角度によって、リアコンソールの角度も変わるので要注意です。リアコンソールがあまり大きくないため、格納もスムーズに行うことができました。下回りを見てみると、スカーフプレートの幅が少し大きいように感じました。これだときっと足が引っかかって、汚れやすくなるだろうなと思っていましたが、後席用ステップガードがアクセサリーパーツで設定されていました。どうやら、滑り止めとして使うことを想定しているようですが、足を踏む前提での作りだということを考えると、間違いなく汚れると思うので、このアクセサリーパーツは買っても良いかもしれません。そして、フロアマットですが、糸をよって作っているので、もちもち感のある高級なフロアマットになっていました。こうなってしまうと土足現金にしたくなってしまいますね。コンソールの後端部を見てみると、ベンチレーターが2つついていて、シートヒーターのスイッチもついていて、USB 端子と C 端子がありますね。最近の車は C 端子と USB 端子をセットにすることが多いですね。いかがでしたでしょうか？スバルは最近ブラック内装色を後出しで販売する傾向にあります。人気あることは、確かで、日産の X トレイルでも最近本革シート仕様のブラック内装が採用されました。そのため、今後本革でブラックな内装がより流行るのではないかと思います。ぜひ本動画を参考にして、ブラック内装も購入検討してみてくださいね。それではまた。